このビデオには22言語の翻訳があります。皆様どうぞ自分の言語でお楽しみください。Welcome to Beauty and Hair Academy Channel。皆さんこんにちは。今日は三つ編みのさらにおしゃれに見えるアレンジの仕方をお教えできればと思います。基本的な三つ編み、そして三つ編みを作った後の仕上げのやり方は前回までのビデオにありますので、もしまだ見ていられない方がいらっしゃいましたらそちらをまずご覧ください。今回はアイロン、そしてバレッタ、そしてピンを使ってよりおしゃれに見せる方法を説明できればと思います。それではどうぞ。まずはこのスタイルから練習していきましょう。アイロン、バレッタ、ヘアゴムを準備してください。まずは大きな三つ編みを作っていきましょう。基本的な作り方は今までのやり方で大丈夫です。しかし最後まで三つ編みを作らずに途中までで終わらして、そしてその後同じように前回習ったやり方で全体のバランスを見ながら紙をほぐしていきましょう。ゴムで留めます。その次に三つ編みをしていない部分の髪の毛を少しずつ取ります。取った髪の毛をアイロンで外巻きに巻いていきます。方向や回数はある程度適当でもラフな感じが出ますので大丈夫です。一度にたくさん取りすぎないようにしながら巻いていきましょう。巻き終わったら自然な感じになるように全体の髪の毛をほぐしていきます。最後にゴム留めをしている部分の上にバレッタをつけましょう。
細すぎるバレットだと髪を押さえている部分が目立ってしまいます。ある程度大きめのものを使うことをお勧めします。後ろから見ても綺麗ですか？レングスがもしあるようでしたら前に持ってきてあげることでさらに大人っぽいおしゃれ感が出てきます。次はボリューム感のあるアレンジです。今回はピンを使います。ゴム留めをしている箇所、三つ編みをした端の位置を手で持ちます。ゆっくりとこれを外側に丸めるようなイメージで巻き込みます。丸まった紙の下側からピンを留めます。1本だと崩れそうな場合は逆側にもう1本、それ以外の場所にも目立たないようにピンを足してくれても大丈夫です。これでボリューム感と動きのあるアレンジが出来上がりました。最後はレングスが短くても下にだらんと垂れる三つ編みにならないアレンジです。こちらもピンを使います。まずは髪の毛の三つ編み部分を持ちます。左側に髪のバランスを持っていきたいときは左側に、右に持っていきたいときは右側にねじっていきます。あまりきつくねじるのではなく、ゆるく3回くらいねじるイメージで大丈夫です。その後、三つ編みの始まりの部分と三つ編みがされていない上の部分の髪の毛をピンで留めます。こうすることで動いても下にだらんと垂れることなく可愛い位置でスタイルをキープできます。今回は以上になります。